皆さんこんにちは。ころもくんのパパとママです。今回はころもくんと一緒に伊豆旅行に行きました。伊豆の中でも伊豆高原という場所に行ってきました。楽しい旅の様子をお届けします。お宿に着く前に行きつけの餃子高原クラブさんとグランパルポートさんに立ち寄りました。どちらもワンちゃん同伴 OK で、それぞれ別々の動画で紹介していますので、もしよければそちらをご覧ください。今回泊まらせていただくお宿の紹介です。ピッコラルージュさんに宿泊します。伊豆高原の中でも海沿いにあるお宿で、目の前の海で採れた海鮮を使った絶品お料理がいただけます。許可をいただき、温泉の様子も撮影したので、より雰囲気が伝わると嬉しいです。まもなくお宿に到着です。今回泊まるお宿は海の目の前で太漁港の真上にあります。この漁港で水揚げされたお魚がお宿のお料理に使われることもあるみたい。曲がり角に看板が出ており、ゆっくり走っていたら間違えることもなさそうです。横道に入り少し走るとお宿に到着です。お宿の見た目はこんな感じです。玄関部分に可愛い看板が出ており分かりやすいです。駐車場はお宿の目の前にあり、お部屋の数と同じくらい止められそうでした。チェックイン前に玄関外で記念撮影です。マットにもお宿の名前が入っています。それではチェックインです。チェックイン時に狂犬病注射等の証明書の提示は求められませんでした。詳細、最新の情報は別途ご確認ください。ころもくんの足を拭いてからお邪魔しましょう。かわいいウェルカムボードがお出迎えです。歓迎いただいている気持ちが伝わってとっても嬉しいです。この後オーナーさんとお話しながらチェックインをし、お部屋に案内していただきました。本日のお部屋に到着です。予約したお部屋は全室オーシャンビュースタンダードプラン、和室、トイレありです。オーシャンビューなので10畳の広々としたお部屋からはしっかりと海が見えます。お部屋の窓からの景色はこんな感じ。相模湾が見えており、眼下には太漁港があります。若干見えにくいですが、沖合に定置網のブイも見えています。客室にはワンちゃんグッズがあります。常備されているグッズはこんな感じ。替え用ペットシーツ6枚、乾いたタオル2枚、ペット用ウェットシート、ご飯ボウル、消臭スプレー、フードマットです。ペットシーツトレイも完備で、シーツのサイズはレギュラーです。ケージもお部屋にあります。サイズは67センチ ×45 センチ ×45 センチで、備え付けのレギュラーのペットシーツトレイがちょうど収まるサイズでした。お部屋の入り口部分を取り忘れてしまい、雑な映像ですみません。玄関部分にはポールタイプの吹く掛けがあり、大人2人が立てるくらいでした。カートは小さく畳めるタイプなら置けるかもしれません。館内はスリッパ移動で部屋の扉も引き戸なので不便さはありませんでした。お部屋の鍵は1つ貸していただけます。加湿機能のある空気清浄機完備です。冷蔵庫は嬉しい2層式です。冷蔵庫の上にあるペットボトルのお水はフリーでいただけます。扉部分に入っている飲み物は有料なので注意が必要です。有料の飲み物は本数が足りなければ追加もできるみたい。じゃらんには自動販売機の記載がありますが、冷蔵庫での販売に切り替わったみたいです。ちなみに食堂のカウンターにキンキンに冷えたお水があります。部屋ごとに用意されており、夜中もあるみたい。フリーのお水を飲み切ってしまっても安心です。お部屋にはドレッサーがあります。ドレッサーの引き出しの中にドライヤーが入っています。風量も問題ありませんでした。
冷蔵庫の裏から延長コードが伸びており、コンセント足りない問題もなさそうです。押し入れの中には浴衣、歯ブラシ、タオル類が入っています。カミソリとコットンセットは洗面台にあります。寝具も一緒に入っており、布団は宿泊者が敷くタイプです。敷布団の下にさらにマットを敷くので、若干の畳感はあるものの、底付き感はありませんでした。客室内に洗面台があります。お手洗いも客室内にあり、温水タイプで安心です。また、この客室を出て0歩のところに共有のお手洗いもあります。お部屋の設備はだいたいこんな感じです。お部屋にお風呂やシャワーはありません。館内 Wi-Fi 完備ですが、なぜかパパのスマホは Wi-Fi に接続できませんでした。端末の相性やお部屋の場所が関係しているかもしれません。玄関とロビーはこんな感じ。周辺スポットのパンフレットが並びます。扉の先がオーシャンビューの食堂です。玄関のワンちゃんグッズも豊富です。虫除けスプレー、マナー袋、ペットシーツ、ペット用ウェットシート、マナーボトル、ライトがあります。食堂部分にはウェルカムサービスがあります。お茶やコーヒー、お菓子などがいただけます。そしてなんとワンちゃん用のウェルカムサービスもあります。ラインナップはビスケットとお肉系キューブ、2種類の合計3種類。実はコロモくん、ドギーマンの絹さやが大好きです。ワンちゃんお菓子の中にそれらしきものを発見。テンションが急上昇しています。この後、コロモくんはお部屋で存分に絹さやを楽しみました。次に浴室です。岩風呂と露天風呂の2種類があります。予約不要の貸し切り利用です。浴室の撮影許可をいただけたので、内部も撮ることができました。まずは岩風呂です。洞窟のような見た目でワクワクします。映っていませんが、シャワーもしっかりあり、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープは備え付けです。照明は調光することができ、本物の洞窟のような雰囲気が楽しめます。脱衣所にはリードフックがあります。ワンちゃんは浴室、湯船には入れませんが、近くまで一緒に来れるのは嬉しいです。次に露天風呂を見に行きましょう。食堂の扉から外に出て階段を下ります。階段の先に脱衣所があります。振り返ると内風呂です。こちらのお湯は温泉ではないみたい。シャワーとシャンプー類はこちらにあります。内風呂を抜けると露天風呂があります。六角形の湯船の露天風呂が現れます。こちらのお湯は温泉です。屋根がありながらも開放感があり、波の音を聞きながら温泉に浸かることができます。こちらも脱衣所はもちろん、露天風呂にもリードフックがありました。湯船に入ることはできませんが、ワンちゃんが真横まで来ることができるのは、お部屋での留守番の心配もなく素敵です。どちらの脱衣所にもドライヤーはありませんが、メイク落としと綿棒があります。また、鍵は内側からしっかりかけることができます。岩風呂は24時間入れますが、露天風呂は16時から23時、朝は5時半から9時のみ利用可能です。次に喫煙所です。3カ所あり、露天風呂への階段横、玄関の横、屋上ドッグランです。屋上ドッグランは22時、玄関は23時に閉まり、露天風呂も23時までなので、それ以降は翌朝まで喫煙できないのかもしれません。玄関の外にはシャワーがあり、しっかり温水も出ます。乾いたタオルも準備されているので、ワンちゃんが海に飛び込んでも安心です。お宿の屋上にはドッグランがあります。
人工芝が一面に敷かれており、オーシャンビューで開放感抜群です。海岸沿いなのでトンビが心配ですが、鳥よけのフクロウさんが守ってくれています。屋上ドッグランは朝の6時から22時まで利用できます。お宿の中にはワンちゃんのオブジェがたくさんあります。また、ワンピースのフィギュアやポスター、グッズなどがあり、とても楽しい雰囲気です。階段の踊り場には貸し出しグッズがあり、オセロやトランプもありました。最後にお宿全体の雰囲気です。映っていませんが、真後ろに電子レンジと屋上ドッグランへの扉があります。洋室はお手洗いなしですが、廊下を挟んだ向かいにお部屋ごとに専用のお手洗いがありました。階段を降りたところに玄関とロビーがあり、扉を入ると食堂です。大きな窓からは美しい海が見えます。私たちが宿泊した和室は、食堂奥の引き戸がお部屋の玄関ドアになっています。お部屋の窓際でくつろいでいたら、コロモくんが乗ってきました。どうやら外が気になるみたい。せっかくなので海の近くをお散歩しましょう。お宿の横の道を下ると1分ほどでふと漁港に着きます。コロモくんは砂浜は行ったことがありますが、漁港はほぼ初めて。どんな反応をするのでしょうか。初めての場所にコロモくんもルンルンです。堤防の上から恐る恐る海を見るコロモくん。この日は少し波が高く、音も大きめ。興味はあるけどおっかなびっくりという感じです。漁港に隣接する形でダイビングの拠点があります。自動販売機もあり、現金の他に PayPay にも対応しています。この後もう少しお散歩してお宿に戻りました。それではコロモくんお待ちかねのボール遊びです。ボールが落ちないように注意して遊びます。人工芝だと足が汚れることもなく安心です。小型犬には十分なサイズで愛犬がリフレッシュできること間違いなしです。お部屋に戻ると外が暗くなってきました。夕食は18時からで、用意ができるとお電話をいただけます。ちょうど電話が鳴ったので食堂に向かいましょう。お部屋から数歩で食堂に到着です。オーシャンビューのお席で夕食をいただきます。片方の椅子にはカフェマット、向かいの椅子にはワンちゃんカゴがセットされていました。壁にリードフックもあったので、ワンちゃんに合ったスタイルで同伴できます。別のお席では備え付けのペットカートが設置されていたりもしました。ワンちゃんの居場所を用意していただけると、身一つで席まで来られて嬉しいです。コロモくんはこのカゴがすっかり気に入った様子です。高さがあるからか落ち着くみたい。すぐにはパパの膝に乗ってきませんでした。テーブルには続々とお料理が到着しています。目の前の漁港で水揚げされた地魚を使った絶品創作料理です。今回のコースのお料理はこんな感じ。刺身盛り合わせ、金目鯛の姿煮、トマトとオクラの冷製パスタ、黒毛和牛の自家製ローストビーフ、たけのこの釜飯、手作りデザートです。お酒のメニューはこんな感じ。スタッフさんにおすすめを教えてもらうのも良いかもしれません。ワンちゃん用メニューはありませんが、手作りのささみジャーキーをいただきました。歯ごたえのある食感と香ばしい香りで、コロモくんも美味しそうに食べています。どのお料理もとても美味しいです。お皿が特徴的だったり、盛り付けが素敵だったりと、お味だけではなく目でも楽しめます。締めの釜飯はカウンターで準備されており、炊きたてのものがいただけます。具沢山でとっても贅沢です。
デザートの甘夏ゼリーも手作りです。程よい酸味で美味しい。最後は紅茶でほっと一息です。コロモくんはカゴがよっぽど気に入ったのか、ささみジャーキーを食べた後はぐっすり寝ています。コロモくんを待たせてしまったので、少しだけ屋上ドッグランで遊びます。照明があるので夜でも楽しめます。館内から階段を上るだけでドッグランに来れるのは嬉しいポイント。そろそろ切り上げて温泉に行きましょう。夜は露天風呂に入ります。周りが静かなので波の音が聞こえ、非日常を味わえます。加温・加水・循環ろ過ありでしっかりと管理されています。いくつかソーラーのライトもあり、素敵な雰囲気。目の前の木がライトアップされていたりと癒しの空間でした。お部屋に戻ったらコロモくんが一足先にお眠です。みんなでお部屋でゆっくりして寝ようと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。新しい朝が来ました。希望の朝です。早速温泉を楽しみます。朝は岩風呂に入ります。岩風呂も露天風呂と同じ加温・加水・循環ろ過ありです。24時間入浴できる浴室があるのは嬉しいポイント。かなり早起きして朝の漁港をお散歩です。どうやらこの日はお魚の水揚げはあったものの、夜明け直後に行われたようです。数日前に定置網に本マグロが入っていたらしく、もしかしたらと思いましたが、楽しみは次回にお預けです。そんなことお構いなしにコロモくんは楽しそう。お宿に戻ったら利用時間内になったので、当たり前のようにドッグランでボール遊びです。少しだけ雲があり太陽は見えませんが、朝から海を見れるのは贅沢です。時間になってお電話をいただいたので、朝食を食べに食堂に行きましょう。朝食は8時からです。朝食は洋風メニューです。どれも美味しいですが、特にリゾットが絶品です。夕食の時とは打って変わってコロモくんはお膝です。早起きしてたくさん運動したのでうとうとしちゃってます。カゴに移動したらさらにうとうとです。とても綺麗な海をバックにまどろんでいます。食後にとっても美味しいコーヒーです。今日も素敵な一日になりそう。お部屋に戻ってコロモくんは二度寝です。そろそろチェックアウトの時間になるので準備をしましょう。それではチェックアウトです。忘れ物をしないように気をつけましょう。スタッフの皆さんがお見送りしてくださいました。最後まで心温まるご対応をありがとうございました。それでは今回のお宿のまとめです。良かった点はこんな感じ。おもてなしがとても感じられて、心身がリフレッシュできるお宿でした。気になった点はこんな感じ。パパのスマホだけかもしれませんが、お部屋で携帯回線が少し遅かったです。注意点はこんな感じ。受け入れているワンちゃんに若干の制限がありますのでご注意ください。最後に今回の宿泊料金です。今回はじゃらんから予約させていただきました。決済が現金のみなので注意が必要です。観光をしてお昼ご飯を食べてからお家に帰ります。今回はお宿の近くにあるお花がとっても綺麗なスポットに行こうと思います。
やってきたのはニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデンです。幻想的なニューヨークランプの展示と庭園がワンちゃんと一緒に楽しめます。ほとんどの場所がリードか抱っこで同伴可能なのも嬉しいポイントです。早速入園です。入園チケットは窓口での購入も可能ですが、遊び湯での購入だと少しお得になります。この時は入園直前の購入もできました。整備された園内には城ヶ崎の海を背景に綺麗なお花が並びます。屋外のスポットにどことなくコロモくんも嬉しそう。広い園内には季節のお花が所狭しと並んでいます。園内にはドッグランが2カ所あります。コンパクトなので走り回ることは難しいかも。ただワンちゃんをフリーにできるのでリフレッシュは期待できるかもしれません。フォトスポットもたくさんあります。ワンちゃん専用のものから人間も一緒に撮れるものまで様々です。ワンちゃん用のお花のバスケットに入るコロモくん。その他にも空へ続く階段などもあり、思い出に残る写真が撮れるかも。ニューヨークランプミュージアムでは色とりどりの美しいランプがたくさんあります。こちらは抱っこかカートで同伴できます。綺麗なお花を堪能できたので、お土産屋さんに寄ってから車に戻りましょう。お土産屋さんは抱っこかリードを短く持って入ることができます。ちなみにミュージアム入園者は駐車場が無料です。忘れずにチケットカウンターに駐車券を持っていきましょう。そろそろお腹が空いてきたのでお昼ご飯を食べましょう。ニューヨークランプミュージアムの近くにワンちゃん店内同伴 OK のお食事どころがあるということで行ってみることにしました。お昼ご飯はこちらボラナ屋さんでいただきます。ワンちゃんメニューこそないものの美味しい磯料理がいただけるみたい。ワンちゃん同伴 OK の席は入り口から分かれています。店内はこんな感じでお座敷タイプです。リードで同伴可能ですが、カフェマットの貸し出しはないので持参する必要があります。メニューはこんな感じ。地魚を使ったいろいろな磯料理がありますが、パパとママは金目鯛天丼をチョイスしました。天丼が到着しました。かなりのボリュームです。揚げたての衣がとても美味しそう。お味噌汁が特徴的で、なんとたくあんが入っています。歯ごたえがあってとても美味しいです。金目鯛がふわふわで絶品です。店内に空調もあったので冬夏でも快適かも。コロモくんがうとうとなので一息ついて出ることにしました。ちなみに店内には少しだけワンちゃんグッズがあり、この時はウェットシート、水飲み容器、コロコロ、人間用消臭スプレーがありました。お会計は現金の他にクレジットカードと PayPay に対応しています。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになって出てきました。お店の目の前は海になっていてお散歩もできます。先ほどのランプミュージアムや景勝地の城ヶ崎の方面に歩くことのできる遊歩道もあるので、ハイキングも良いかもしれません。この後、伊豆高原の駅前にあるドッグレストに立ち寄り、ついでに夕飯用の駅弁を購入しました。伊豆の贅沢釜飯という駅弁をチョイス。金目鯛が入っていてとても美味しかったです。ドッグレストにはワンちゃん用のお水もあり、駅前なのでコインパーキングもあり、アクセスも安心です。今回の動画はここまでです。次はどこに行こうかな。今回の動画で気になることなどありましたらお気軽にコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。